お疲れ様です。2代目の北川です。今日もね、フェルト教室始めていきたいと思います。今回はね、ちょっと新たにワンポイントレッスンっていうところで、実際に僕がオーダーでね、作ってる作業のね、ほんと一部分なんだけれども、そこをね、実際にこう、作業しながら、解説しながらね、話をしたいなと思います。で、今回のテーマは、まぶたね、結構うまく作れない人多いと思うので、まぶたのちょっと修正の仕方じゃないんだけど、たまたまね、今回ね、修正する場面があったので、そこをね、ちょっとね、画像に捉えてみて、解説しながらやってるんでね、ぜひね、ちょっとね、参考になると思うんで、最後まで見ていってください。はい、それじゃね、まぶたの修正ワンポイントアドバイスです。はい、お疲れ様です。結構みんな、やっぱりまぶたが作れないとかさ、まぶたが分厚くなっちゃうとかって質問が多かったりするから、ちょっとね、レッスン動画じゃないけど、ちょっと実際に僕が作業してる中で、まぶたの修正今からするんだけど、ちょうどいい機会なんでね、見てもらおうかなと。ただね、ちょっとレッスン用に作ってるわけじゃないから、ちょっとね、見にくいかもしれないけど、ちょっとね、こんな感じでやってるんだっていうのをちょっと見てもらったらいいかな。今からやりたいのは、ちょっとね、実際にこれ、もう、オーダーのやつだから、ちゃんと僕作りたいから、あまりこう、カメラ意識してやらないから見にくいかもしれないんだけど、こっちの目がね、ちょっとね、ここがね、開きすぎてるから、もう少しね、ちょっと垂れ目の子だから、こっち側みたいにまぶたをね、こうやってかぶせてあげたいのね。見えるかな？こんな感じでね。で、こっちみたいにしたいんだけど、こういう時どうするかっていうのでね、ちょっと一つ一例としてやると、ランビエ、わたわたとかね、ごめんなさい。こうやってね、少し、ほんのちょっとなんだけど、こうやってちぎるじゃない。で、これをね、やっぱりちょっとだけ僕は折りたたんだりするんだけど、で、それを、ここにね、前にか。折りたたむ理由っていうのは、こうやって折りたたんであげると、やっぱりここの、折りたたんだとこが、こう、分厚くなるから強くなるじゃない。強度的にね。だから、折りたたんで、この厚みを増した状態で、ここに少し多めにかぶせてあげるとね、ちょっとね、やりすぎかなっていうくらい。で、スピード針なんかで、ちょっとこう、周りを押さえてあげるの。で、深く刺す必要なくて、ほんとね、この針先をただ当てて固定してるぐらいの感じなんだけど、僕はね。で、目の周りはちょっと慎重にゆっくりさ、こうやってやってあげて、ひとまずちょっとこう、まんべんなく、こうやってね、周りを刺していってあげて、まずまぶた自体がね、手で押さえなくても、こうやって被るようにしてあげる。で、次なんだけど、ちょっとね、これ今、さっき刺して血がついてるけど、あんまり気にしないで。こう、ぐっとね、指で押してあげるのね。こうやってね、圧着してあげて、で、この間を針入れなきゃいけないから、ほんとゆっくりやった方がいいよ。怪我しちゃうからね。で、こんな感じで押さえつけた状態で、で、これは今度、なんだっけ、これが今まで使ってたのがスピード針で、これが仕上げ針、細針。で、同じように少しクッと押さえた状態で、指ささないようにね。この押さえつけてる指と、ガラスの目玉のこの間のこの素材を刺していくっていう感じ。こうやって。すると結構ガラスに密着してこうやってつけれるから、あとは手いつまでも置いてたら邪魔だから外して、でちょっとね、こうやっては刺せないじゃない。ガラスにまっすぐ刺さっちゃうから。だからガラスに這わせるような形で、こういう感じで、とにかくね、細かく刺してあげるのね。みんなはこれうまくできないっていう人は、この細かさが圧倒的に足りないのね。例えばベースでもさ、この密度濃くしっかり作れないっていう人は、刺し方が圧倒的に足りない。ちょっとこれもういつもね、早送りしてるから、これ早送りしないけど、どれくらい
今この目玉を刺しただけでまぶたをね作っただけでもどれぐらい刺すかっていうと、これねちょっと間延びした動画になるかもしれないけど結構重要だから、多分ねみんなと基準値が違うんだよね。刺す回数の基準値とか。やっぱりうまく作れる人っていうか綺麗に作れる人とかさっていうのはやっぱりここの刺す回数とか細かくやることの基準値がやっぱり違ってて、だから綺麗にできるんだよね。で同一方向からだと毛の絡まり方って一方方向になっちゃうから、時々僕はね逆にして今度また反対側からも刺してあげる。でこの時にスピード針とか使っちゃうと結構いっぱい持ってかれちゃうから、だから細かくやるためにこの細針でやるんだよね。でこれも必ず横方向からっていうわけじゃないんだけど、今はね固めやすいんで横からやったけど、で次は横やったら少し縦こうボソボソだからこれを固めていくっていう感じ。今はこれガラスとガラスの真上っていうかな、ガラスに沿わすようにして針入れてて、で余分なこの浮いてる無駄毛を中に入れ込んで、それが終わったらこんな感じで刺して形を作って、である程度きたら今度は極細針でまた同じように、僕はまんべんなくこんな感じで刺していく。気をつけてね、今も手刺したけどね。ちょっとすごい地味な動画なんだけど、これ結構重要だよね。こういうことをやってった方がみんなにはためになるかな。結構レッスン動画を作るのってめちゃくちゃ時間と労力が必要ですごく大変なんだけど、で普段こうやってオーダーやってるから常に作り続けてるんだけど、でそのね一部を見せてあげればいいのか。こうやってなぜこういうことをあまりやらないかっていうと、僕ねオーダーで作ってる頃あまり作ってる様をあまり画面に出したくなくて、結構みんなやるじゃない、インスタとかでもさ結構みんなガンガン上げて、それはそれでいいと思うんだけど、別に悪いことじゃないし僕もやってたから。でも途中からねやっぱりこのうちの子オーダーのでいただいている、特に虹の橋を渡ってしまったような子とかの作品を作るときはなるべく上げないように僕はちょっとしてるんだよね。やっぱりさ、今も針入れてるからあれだけど、僕が飼い主さんだったら自分の子に例えばねバズるからって言って目玉の交換の動画とか上げてる人いたりするじゃない。でそれはそれで一つね別にいいんだけれども、僕はもし飼い主だったらそれを見てて全くいい気がしないと思うのね。だから僕はそういうことはやりたくないなと思ってそういうのをあげるのをやめたんだけど、でもちょっとねこういう部分的な、例えば指の作り方とかさ、今ちょっとね今回はまぶたの作り方でやったけど、こういうのだったらちょっと出していってもいいかなと思うんでね、ちょっとね、作り方はこれによってまたオーダーを取れるような作家さんが一人でも増えてさ、そういうふうに困っている人を助けれる人がたくさん増えたらねすごくいいことだしね、このフェルト業界も活性化していくから、だからそこに意味があるならちょっとこれはやっていこうかなとはちょっと今考えながらやってます。はい、こんなところかな。見える？ですごくさわかるかな、
あれだけ刺すとしっかり何度も何度も刺し込むと密度濃くできるでしょ。結構ね多いと思うの。ここがさしっかりかぶせれなくて薄くなっちゃうっていう人、なんて言うんだろう、こんな感じだよね。こんな感じで向こうが透けて見えるくらい薄くなっちゃう。それはやっぱり最初の折り込み、こういうのが足りないから折り込んで1回2回って折り込んでやるとここがすごくね厚みが出るから、そういうことをやってあげるとこういう風にできる。そしてさっきやったように何度も何度もしっかりと刺してあげる。でもしさこうやってかぶせたかったのにまたさらにめくれちゃったりするじゃない。っていうことはそれは量が足りないんだからもう少しだけ足してあげるとかすればいいのね。であと多分ねみんなねここの厚みが出ちゃうと思うの。ここの厚みね。でここの厚みをなくすためにはって言ったらやっぱりもう別にそんなに難しいことを考えずにここの厚みをなくすようにこうやってここを何度も何度も何度も刺してあげたらここの厚みはなくなるよねっていう話で、ここが厚いとどうしてもさ毛を入れちゃったらさらに目が奥に沈み込んじゃうから、そうなるとかなり顔の印象って変わっちゃうから、そうしないためにもまぶたはすごくこうやって密度濃くなんていうかな、しっかりと作るんだけど、ここはこうやって何度も何度も刺してあげて、ここの強度はあるんだけどもこうやって厚さはそんなに分厚くないんだよっていうことができると、下から見たらこんな感じね、正面から見たらこんな感じでね、でやることができればまあ目が沈み込むっていうのはね防げるようになると思うんで、一つ一つねそういう風にやってみたらいいんじゃないかな。はい、そんなところでワンポイントレッスンじゃないけどちょっと実際リアルに僕が作ってるやり方をねちょっと見てもらいました。なんかね参考になればいいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、こんな感じで、これ、評判が良さそうだったら、こんな感じでね、機会があれば続けていこうかなと思うので、どんどんね、例えばほら、指の作り方どうやってやってるんですかとか、ここの修正とかね、こういう場面は、こんな感じやってるけどうまくいかないけど、どんな感じですかなんて質問投げかけてくれたら、機会があればね、こうやって今回みたいに動画にしてね、ちょっとワンポイントアドバイス的にやっていこうかなと思ってるんでね、そんなのがあれば、どんどんコメントください。はい、今回のね、動画がね、いいなと思った人は、チャンネル登録してね、あといいねボタンお願いします。結構ね、僕もやる気が出るのでね。はい、そんなところでね、今回の動画は終わりです。はい、それじゃあまた。ご覧いただきありがとうございます。このチャンネルは、羊毛フェルト作家を仕事にして生計を立てている僕が、フェルト作家を目指している人や、もっとスキルアップしたい人、そんな人に向けて、リアルな作品の作り方だけではなく、誰も教えてくれない作家になるために必要な考え方、そういったことを発信しているチャンネルです。ぜひね、自分のスキルアップのためにチャンネル登録して活用してください。あと、公式 LINE もやっています。この公式 LINE に登録してくれた方にだけ、僕がやるオンラインレッスンなどの案内が届きます。僕から学んでみたいと思う方は、ぜひね、LINE 登録をお願いします。概要欄にリンクが貼ってあります。そこから登録してください。